皆さんこんにちは。ミューズアドベンチャーズのゆうです。で、今日はですね、宮城県の蔵王というところに来ています。で、宮城県の蔵王に来た理由は温泉に入りたかったからです。で、僕は今鎌倉に住んでるので、鎌倉にも温泉ってあるんですけど、ここの温泉宿はとても特別なので、僕が皆さんにこの温泉宿を見せたくて今この動画を撮っています。で、今日はこちらにある車で鎌倉から宮城県まで来ました。これは僕の車ではありません。車は僕持ってないんです。なのでこの車はレンタルしています。だいたい3日間でいくらだろう、3万円ぐらいかなと思います。決して安くはないけど高すぎないのかな、わかりません。で、温泉山荘大根の花は今まで皆さんに紹介したことが一度だけ YouTube であるんですけども、で今回は皆さんに温泉山荘大根の花の中を歩きながら紹介したいなと思っているので、温泉山荘大根の花の雰囲気を皆さんが少しでも感じてもらうことができたら嬉しいなと思います。で、温泉山荘大根の花は僕にとってとても特別な場所で、自然の雰囲気を楽しみながら温泉に浸かることができる、とっても日本でも特別な場所だと思います。このように今秋なので紅葉がとても美しいです。この中で温泉入れるってとても素晴らしくないですか。それでは早速温泉山荘大根の花に入っていきたいと思います。このようにお土産があります。いつも僕は温泉山荘大根の花を楽しんだ後に帰り際にお菓子とかお土産を買って帰ります。いろんなお土産があって、例えば食器とか、あとは洋服とかお菓子とか様々なものがあります。他のお客さんに迷惑にならないように小声で喋っています。この宿はオールインクルーシブなので、宿代以外には何も金額がかかりません。例えばここにハッピーアワーって書いてあって、3時から5時までは恵比寿のビールが飲み放題となってます。で、僕はお酒を飲めないのでこのメリットっていうのはあんまりないんですけど、でも最近ちょっとお酒少しだけ飲んでみようかなって思ってます。日本の伝統的な建物の雰囲気を感じることができるので、とても美しい温泉だと思います。で、今はもうすぐ12月なのでこちらにあるサンタクロースの靴下がたくさん飾ってあります。かわいいです。ここにある飲み物や食べ物に関しては食べ放題となっています。本当に様々なものがあるので、いろんなものを楽しむことができると思います。だんだん12月も近づいてきたので少しひんやりしてます。この温泉宿はだいたい6個から7個ぐらいの部屋があって、それぞれに客室露天風呂がついています。一部屋だけ露天風呂がついていないのですが、他の部屋に関しては全てプライベート温泉がついています。
僕が初めて来たのはいつだろう、もう2年前ぐらいになるのかな。でその時本当に特別なところだなって思いました。で僕にとって本当に一番大好きな、一番特別な温泉宿です。でここで働いているスタッフの方もすごく優しくて、すごく丁寧に対応してくださるので、ここは本当に僕の特別な場所です。で今僕がいるのはこちらの温泉の前にいます。で一応今空いていますって書いてあるので、なのでここには誰もいません。入ることはできるんですけど、ちょっとここには入るのはやめておきます。こっちにも温泉があって、こちらですね、こちらにも温泉があります。でこちらも今空いてますって書いてあるので、こちらも今誰も利用してないので入ることができます。だいたい全部で4個ぐらいの温泉があるので、プライベート温泉として4つ利用することができます。なのでお部屋にも温泉はついているし、お部屋以外の場所でも温泉を楽しむことができます。露天風呂なのでそれぞれにデザインも違うし、自然に囲まれているので雰囲気も全然違うので、それぞれの温泉を楽しむことをとてもお勧めしています。で僕もここに来たら必ず全ての温泉に入っています。今は別の温泉に向かっています。せっかくなので皆さんに温泉を見せたいと思います。この辺りには川があるので、皆さん見えますか？ちょっと見えづらいと思うんですけど、見えますか？こちら川になってます。なので川の横に温泉があるという形になります。では早速温泉に向かっていきたいと思います。今こちらがただいま入浴中ってなってますね。こちら入浴中です。こちらも入浴中です。多分ちょうどチェックインの時間だったので入浴中の方が多いんじゃないかなって思います。残念ですがちょっと他の温泉を皆さんにお見せしたいと思います。先ほど2つ温泉があったと思うんですけど、そのうち1つについて皆さんにお見せしようと思います。今だいたい3時ぐらいなのですぐ暗くなってきちゃうので、早めに皆さんにお見せしたいと思います。みんなチェックインなので急いで温泉に入ろうとしてるみたいですね。では皆さんに温泉をお見せしたいと思います。ではこちらの温泉を見せたいと思います。こちらです。こちらに貸し切り露天風呂があるので、こちらは家族や友人と一緒に貸し切りで温泉を使うことができます。ちょっと寒いですね。温泉入ろうかな。ちょっと温泉に入ろうと思うんですけど、僕体がすごい細いんですよ。なので僕の裸を皆さんにお見せするのはすごい恥ずかしいので、どうしようかな。とりあえずちょっと温泉の方に行ってみたいと思います。温泉山荘大根の花って貸し切り露天風呂が4つあって、あと大浴場として1つあるので、その大浴場に関しては男性は男性、女性は女性っていう風に分かれているんだと思います。なので皆さん混浴で入ることはできないですからね。またプライベート温泉なのでタトゥーを気にすることがないっていうのもメリットだと思います。で結構海外の方が僕にタトゥーを気にせずに入れる温泉宿ありますかっていう風にかなり質問に来るんですよ。で僕自身も皆さんに温泉を本当に楽しんでほしいので、なので皆さんが
タトゥーを気にすることなく入れる温泉宿を今回紹介できて本当に嬉しいなと思います。ちょっと金額は高いんですけども、でも日本の本当に最高の経験をすることができる、そういう温泉宿です。温泉に入っています。ただちょっと YouTube で裸を公開すると大変なことになると思うので、僕は体が細くて皆さんに裸を見せるのは嫌なので、このぐらいの距離感で話していこうかなと思います。本当に温泉気持ちいいです。僕は実は温泉ってあんまり入ったことなかったんですよ、大人になるまで。というか実は旅行もあんまりしたことがありませんでした。なんでかっていうと、僕は母子家庭だったので、あんまり家族と一緒にお金をかけて旅行をするっていうことがありませんでした。でも大人になってから旅行するようになって、本当にいろんな経験できたなって思うし、旅行って素晴らしいなって思います。僕は本当に温泉好きだなって思うし、なんか温泉って僕は結構おじいさんとかおばあさんとかが楽しむものなのかなって思ってたんですけど、でも全然そんなことなくて、若い人でも温泉って楽しめると思うし、とにかく気持ちいいです。やっぱり温泉って露天風呂が一番気持ちいいと思います。なんでかっていうと、外の空気を吸いながら、すごい開放感があって気持ちいいんですよ、とにかく。で、あと、暑くなったら温泉から出て体を冷やして、でその後すぐにまた温泉に入れば、ずっと温泉を楽しむことができるし、あとは体の疲れと、あとは体の痛み、例えば腰痛とかにもとても効くって言われてます。で僕結構クリエイティブワークでパソコンの前とかにずっといることが多いので、なので腰がすぐ痛くなっちゃうんですよね。だからこういう温泉宿で温泉に入って体を休ませて回復させるっていうのは、僕にとってはとてもいいことだと思います。でこの貸し切り露天風呂は本当はね、例えば友達とか、あるいは家族とか、あとはカップルとかね、一緒に楽しむことはできるんですけど、僕は残念ながらね、今一人身なので、一人で温泉に入ってます。とても悲しいです。で貸し切り露天風呂は、先ほど皆さんに4つあるって言ったんですけど、今回は1つだけ見せていますが、他の4つもとっても素晴らしい場所です。特に埋まっていた2つの露天風呂、一番好きなんですよ。本当にいい露天風呂なので皆さんに後でお見せしたいなって思うんですけど、皆さんそこに入ろうと必死なので、多分皆さんにお見せできるのは夜になるんじゃないかなと思います。なので、ちょっとチャンスを見て、その露天風呂2つにも行ってみたいと思います。めちゃくちゃいい温泉でした。本当に気持ちよかったです。温泉山荘大根の花は、自分の借りている部屋にも客室露天風呂がついているので、それも皆さんにお見せしたいなと思うので、今度はその温泉を皆さんにお見せしたいなと思います。で、今入った温泉はそんなに熱くなかったです。で、結構海外の方って温泉熱っていう風に言う人が多いんですけど、僕日本人なのでめちゃくちゃ熱い温泉が好きです。なのでお風呂に入る時も45度ぐらいの気温は必要だなと思ってます。では早速次の温泉皆さんにお見せしていきたいと思います。で、実はですね、最近パーマかけたんですよ。で、パーマかけすぎちゃってなんかラーメンみたいになってます。でもちょっと気に入ってますでは早速次の温泉を皆さんにお見せしようと思います。次の温泉は客室露天風呂なので、お部屋についてるお風呂になります。で本当にお部屋についてるお風呂も最高なので、皆さん楽しみにしてください。こっちだ、道間違えました次の温泉はこちらになります。こちらがお部屋についている温泉になります。
すごくないですか？こんなに絶景を楽しみながら温泉に入ることができるなんて、本当に最高の温泉宿だと思います。外にある温泉なので、こういう葉っぱとかが温泉の中に入っちゃいます。でもそれもいいですよね。今だいたい3時過ぎなのでちょっと暗くなってきたのかな。最近日が落ちるのが少し早くなってきたので、ただ朝とかあとは昼の12時ぐらいはすごい天気が良くて気持ちいいです。でこの温泉にもね入りたいなと思います。この温泉はさっきと違ってめちゃめちゃ暑いです。ちょっと水を入れたいと思います。自分のお部屋についてる温泉はここの水を入れることで冷やすことができます。なので自分の好みの温度に合わせて温泉を楽しむことができます。でやっぱりこのようにプライベート温泉なので、ここもタトゥーがあっても皆さん楽しめるので、タトゥーがある人はぜひこの温泉宿に泊まりに来るのがいいんじゃないかなって思います。めちゃくちゃ暑いです。暑い、やばいですね。ちょっとカメラもう少し下げます。めちゃめちゃ暑いです。もう少しかな。はい、めちゃくちゃ暑いです。でも日本人なのでこのぐらいの暑さは余裕ですやっぱり温泉は暑いのに限ります。で温泉がぬるいと僕結構ショック受けるんですよ。なのでこれ何度あるんだろう。多分今46、47度ぐらいあるんじゃないかなって思います。多分手とかすぐ熱くなっちゃうと思います。赤いですか？そんなことないかなこのように今さっき入った温泉と今入ってる温泉って形全然違うと思うんですよ。であとはさっきの温泉は周りが仕切られていて、あんまり自然を感じることができなかったかもしれないんですけど、こっちの客室露天風呂の方はすぐ横に木が生い茂っていて、でその下には川が流れているので自然を感じながら温泉に入ることができます。本当に最高です。本当に皆さんにこの温泉宿経験してほしいなって思います。でもし温泉山荘大根の花を予約したいなとか入ってみたいなっていう人がいたら、僕にぜひ声かけてください。僕はこの温泉宿のスタッフと本当に仲がいいので、皆さんにこの温泉宿ぜひ行ってみてほしいなって思います。いや本当に暑いちょっと温泉入りすぎて暑い。もう本当に暑いです。これから次の温泉に行こうかなって思うんですけど、ちょっと休憩させてください。もう暑すぎて倒れそう。この温泉宿の夜ご飯って5時か5時半6時半から選ぶことができます。で今日は6時半からご飯食べようと思ってます。暑すぎて牛乳を飲もうと思います。で牛乳って普段そんな飲まないんですけど、でもこの温泉宿に来るといつも牛乳が飲みたくなります。日本では温泉に入った後にコーヒー牛乳とか牛乳を飲むのが昔からのなんでしょう文化というか、ね、そういう組み合わせを楽しむ人が多いです。では牛乳
ちそうさまでした。暑い、マジで暑いです。なんか温泉酸素大根の花ってすごい時間がゆっくり流れる感覚があるので、本当に心がリラックスできる場所だと思います。だんだんと暗くなってきました。まだ5時になってないので、そこでビールを飲むことができるんですけど、僕はビール飲めないのでやめておきます。本当に綺麗な場所ですよね。朝になるとリスとか鳥をたくさん見ることができます。やっぱり休まずに温泉に入ることにしました。次はこの温泉に入ります。こちらです。今回で3つ目の温泉になります。もう温泉入りすぎて死んじゃうかもしれないです。でもこの温泉もとてもいい温泉なので楽しみです。こんなに温泉入る人普通いないですからね。多分。ちょっとマイク外します。気が恥ずかしいんで見ないでくださいね。では次の温泉に入っていきます。次の温泉はこちらです。こちらも自然の中にある温泉なので、とっても開放的な雰囲気を楽しむことができます。めちゃくちゃ美しくないですか？すごいですよね。では温泉入っていきます。ちょっとマイク濡れないか怖いので心配ですね。作戦考えてます。このタオルをここに置いて、でマイクをここに置きます。そして僕はここに入ります。なんか変ですね。入りづらいですね。この温泉はちょっと広いですね。結構開放的な温泉です。この温泉は結構広くてすごい開放的な温泉なので、なんか一人で入るのは寂しいですね。家族とか友達とかと入った方がやっぱり楽しいのかな。だんだん外暗くなってきましたね。もう本当に温泉気持ちいい。なんかアメリカに行った時に温泉があるって言われて温泉見に行ったんですけど、なんかあったかいプールみたいな感じで、全然日本の温泉とは違うなって思いましたね。あったかいプールっていう感じで、デザインも全然日本のデザインとは違いましたね。やっぱり日本の温泉を楽しめるのは日本だけなのかなって思います。特にこういう露天風呂を楽しめるところってなかなか日本以外ないんじゃないかな。どこか他にありますか？で、皆さん日本の温泉入ったことありますか？もし日本の温泉に入ったことがある方がいたら、どこの温泉が好きかコメントで教えてくれたら嬉しいです。ちょっと暑いので本当に暑いですね。で、今回皆さんにいろんな温泉見せたくてたくさん温泉入ってるんですけど、
普段僕こんなに温泉いろんな種類の入らないので、もう体が結構辛くなってきてますでは上がります。ちょっともう本当に体がしんどいです。温泉入りすぎて体がおかしくなりそうです。暑いです。次、一番最初に皆さんにお見せできなかったすでにお客さんが入ってた温泉2つ見に行こうと思います。それでは行きます。では次の温泉に行きましょう。なんだろうね、自分は今一体何をしてるんだろう。温泉を見せる仕事をしてる人みたいになってます。そんな仕事をしてる人がいるのかどうかはわからないけど、結構暗くなってきましたね。さっきと見える景色が全然違います。明るい時も綺麗なんですけど、暗い時間も結構綺麗で、夜になるとこの辺りはライトアップするので、とても綺麗な雰囲気を楽しむことができます。今度は空いてそうですね。じゃあこちらの温泉に入ろうと思います。こちらは看板をこのようにして置くことで、今入浴中ですよっていうことを示すことができます。で、あとはこの竹竿をこうやって置くことによって、今入ってますよっていうのを示すことができます。それでは温泉に入っていこうと思います。とても綺麗な自然の中に囲まれた温泉です。見てください、川があります。すごいですよね。こんな温泉なかなかないですよ。朝も夜もこの温泉に入るのが大好きです。では次は通り雨という温泉に入ります。それがこちらです。こちらの温泉になります。こちらもめちゃくちゃ綺麗ですよね。すごくないですか？もう奥まで自然が広がっていて、動物が来てもおかしくないよなっていうぐらい自然が広がっています。こんな感じです。さっきの温泉は更衣室みたいに着替える部屋があったんですけど、こちらは着替えるお部屋は特になくて、ここで着替えるという形になります。なので着替えていきたいと思います。はい、では着替えていきますので見ないでください温泉の景色でも楽しみながら僕が着替えるのを待っていてください。ここでもね、ちょっと濡れないようにしなきゃいけないですね。マイクが濡れたら大変なので、ここに置いたらちょっと心配だな。なるべく濡れないようにしてやっていこうと思います。ここにマイク置きます。いやー、気持ちいいですね。本当に気持ちいいです。ここの温泉最高なんですよ。僕は多分貸し切り露天風呂の中でこの露天風呂が一番好きなんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ自然が綺麗だし、あとは夜はライトアップされるし、今ライトアップされましたね。ちょっと前までライトアップされてなかったんですけど、今ついにライトアップされました。とっても綺麗です。川の音を聞きながら温泉に入ることができるので、僕はこの露天風呂が一番好きです。本当に最高ですよ。温泉、酸素、大根の花でこの露天風呂はそんなにお湯が熱くないので、やっぱり一番熱かったのは客室露天風呂、自分の部屋についてる露天風呂が一番熱かったです。本当に死ぬかと思うぐらい熱かったですよ。なんだか茹でられた魚の気分でした。すごい熱かったです。気持ちいい。
ただちょっとあんまり入りすぎるとちょっと体が辛いので、次の露天風呂にも行きたいと思います。どうも、温泉スペシャリストのゆうですついに最後の温泉を皆さんに紹介します。多分なんですけど、温泉山荘大根の部屋の全ての温泉を紹介してる人って世界中に一人もいないと思うので、この動画を最後まで見た方はとても特別ですでは次の温泉に行きたいと思います。見てください、ライトアップされてますよ。さっきはライトアップされてませんでした。めちゃくちゃ綺麗ですね。あ、入浴中ですね。残念ながら入浴中です。なのでちょっと時間を置いてまた来たいと思います。残念ながら入浴中でした。また時間を置いて最後の温泉に行きたいと思います。夜ご飯を食べに来ました。昼ご飯食べ過ぎて、でお腹いっぱいです。ちょっと食べれるか不安です。最近お酒を少し飲もうかなと思ってます。なんかその方が社交的になれる可能性もあるし、あとちょっとだけ飲めるようになった方がいいんじゃないかなって思う部分もあるので、例えばレモンサワーとか柚子酒とか、ね、そういうのを飲んでみようかなと思うので、今日は柚子酒頼んでみました。お酒飲めるかちょっと不安です。上にキャビアと季節のお野菜添えてますので、ぜひ一緒に。おいしい。甘くて美味しいです。めちゃくちゃ美味しそうです。アワビってなんか大人になってから少し食べる機会が増えて、子供の時は一回も食べたことなくて、自分が結構貝が好きっていうことに気づきました。めちゃくちゃ美味しい。温泉山荘大根の花は温泉も素晴らしいんですけど、料理がとにかく美味しいので、ぜひ皆さんに日本の美味しい料理を経験してほしいなって思います。おはようございます。昨日夜ご飯食べた後にすぐ寝ちゃいました。でこれから昨日皆さんにお見せできなかった温泉最後の露天風呂に行って、その露天風呂を皆さんにお見せしたいと思います。で今だいたい6時40分ぐらいかなと思うので、誰も使ってないと思うんですけども、でその温泉が6時半から使うことができるので、もしかしたらね誰かいるかもしれないんですけど、今見に行こうと思います。昨日の夜から雨が降っていたので少し神秘的な雰囲気になっています。昨日夜もここ歩いたところ見せたと思うんですけど、朝もとても綺麗で、空気がとても澄んでいてとっても気持ちいいです。結構皆さんここも見慣れたんじゃないでしょうか。本当にだんだん寒くなってきましたね。宮城県はだいたい9度か10度ぐらいの気温だと思います。雨が降ったからか川の水の量が増えてて、ちょっと川の水が黄色くなってます。多分砂かな。開いてそうです。開いてないですね。通り雨、昨日こっち行ったんですけど、こっちは入浴中ですね。なんかここ人気なのかな、全然入れませんね。もう3回ぐらい
皆さんに見せたくてここに来た気がするんですけど、全然入れません。どうしようかな。困りました。ついに温泉空いたので温泉入ります。こちらの温泉です。雪町っていう温泉の雪町です。少し小さいんですけど、こちらの温泉も自然の中で温泉を楽しむことができる、とっても素晴らしい露天風呂です。こちらにベンチもあります。あそこに岩があるのもちょっと可愛いですよね。こっちには植物もあります。それでは温泉に入っていこうと思います。それでは着替えていこうと思います。見ないでください。めちゃくちゃ気持ちいいですね。朝の温泉は本当に最高です。実は僕は朝にシャワーとかお風呂とか入りたいタイプなんですよ。正確には朝だけじゃなくて夜もシャワーとかお風呂入りたい人なので、水道とかガスの金額が普通の人よりも少しかかってしまうかもしれないんですけど、朝シャワーとかお風呂入りたい理由っていうのは、朝お風呂に入ったりするとすごいスッキリするというか、気分がフレッシュな気持ちになるので、朝お風呂に入りたいんですよね。今その辺に虫が歩いてるんですけど、それもまた本当に最高だなと思います。僕虫大好きだし、それに自然の中にいるんだっていうことをすごい実感できるので、葉っぱが落ちてたり虫がいるっていうのは僕にとってはすごい嬉しいな、自然を感じれるなって思うことです。ほんと気持ちいいですね。最高です。朝お風呂来てよかったなと思います。今回の動画では皆さんに温泉山荘大根の花の施設とか、あとはお風呂とかをお見せできればいいなと思ってたので、今回僕が温泉に入ってるだけの動画になっちゃったかもしれないんですけど、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。本当に日本の中でも特別な温泉宿なので、皆さんがこの温泉宿を気に入ってくれたらとても嬉しいし、タトゥーがある方もぜひこの温泉宿に来てほしいなと思います。もし本当にこの温泉宿に来たいな、興味があるなっていう方がいたら、ぜひ僕に連絡くれればこの温泉宿の情報とか教えることができるので、何かあればぜひコメント欄に書いてくれたりとか、メッセージくれたりとかしてくれたら嬉しいなと思います。インスタグラムのアカウントもあるので、ぜひ僕のインスタグラムのアカウントをフォローしてくれたらとても嬉しいです。YouTube のチャンネル登録もしてください。では今回のビデオは終わりたいと思います。ではまた。